皆さん新年明けましておめでとうございます。ちょっと1日から何日か経っちゃったんですけど、今回の動画が2026年の初めての動画です。イエイ、早いですね、今年になるの。ということで年末年始の爆食記録みたいな感じです。31日と1日ので、食べたものとかはこの画面でね、字幕とか写真とかで紹介していこうかなと思います。で、今回は紅白とか見たり、おばあちゃん家行ったりとかして、ちょっとねガヤガヤっていうか喋ってることとかもあんまり動画で使わなかったり、テレビの音入ってたりするんで、アフレコでやっていきたいと思います。で、今回もっていうか、結構私インスタでいろいろ募集してるんですけど、今回も募集しました。話題とか質問とか募集したので、今年始まったのでね、皆さんの皆さんのじゃないです、皆さんとおしゃべりしながら、質問呼びながらやっていきたいと思います。それでは1つ目なんですけど、お正月太りしました。3キロ増、拍手ですね。もうこの時点で3キロなんて、もうたくさん美味しいものを食べたんだろうっていう感じなんですけども、わかります。私もお正月前までダイエットしてたんですよ。今もしてるっていう、過程ではあるんですけども、お正月っていうのはやっぱりね食べちゃうので、きっと私もお正月太りしています。ですが体重は測らないことにしましたので、はい、なんでかっていうと落ち込むからですので、お正月太りしただろうっていうか絶対にしたので、そっから戻ったかなっていうぐらいに自分で自信持てたら体重測ろうと思います。はい、ということで皆さんお正月はどんどん太っていきましょう。次、それにちなんでなんですけど、ダイエットは順調ですかっていうことで、いつかの動画でねダイエットしていますっていう風に言ったと思うんですけど、もうね、私リバウンドしないように緩やかにダイエットしようと思ったんですよ。今までね散々失敗してきているので、緩やかにダイエットしようと思ってて、ダイエット始めた時より2キロ痩せました。1ヶ月ぐらいで、このペースでいって、あともう2キロ3キロぐらいまでいったら結構大満足で、もう1キロいけたらもうよくやったぞ私っていう感じで目指してます。なので長い目で見てやろうかなって感じです。この間やった BFAST とか、あれもうめちゃくちゃ良くて、ああいうのはやっぱりこういうお正月太りとかして短期間で暴飲暴食しちゃった時に胃腸とかをリセットするのにまた使っていきたいなとは思ってます。あれでね完全にダイエット終わりっていう風にやったらダメなので、そういうねいっぱい食べちゃった時とかにリセットとかでまたやってみたいなとか思ったりねして、ダイエット気長に頑張っていこうかなって思います。待って、めっちゃ話したいことあったの。このね質問募集したの今日なんだけど、今日リア友がね送ってくれたことがあって、初カレできたってきたんですよ。マジでやばい。このリア友は私小学校もう1年生からっていうか一番最初の友達ぐらいのレベルでずっと長くお友達やらせていただいているんですけども、いろいろねその好きな人ができたりとか、結構その子もたくさんね恋愛してきたっていうか、たくさんっていうか、なんていうの、好きな人がいた期間長かったりとかして、いろいろね話聞いてたりしてたから、ついにかと、でもついこの間会って、なんでできないんだろうみたいなこと話して、どうしたらいいみたいな話してたの。そしたらいきなりできたみたいな書いてて、みたいな、どういうことみたいな。次やったらもうめちゃくちゃ話聞きたいと思います。おめでとう、本当にマジで年始からいい報告すぎて、今年もいい1年になりそうですね、私が皆さんもそういうねおめでたい話あったら待ってますので、幸せを分けてください、ぜひとも。次はちょっと恋愛系の話になったので、この彼氏の作り方、みんな友達止まりっていうのをねちょっと話していきたいんですけど、私の意見ね、私のことっていうか私の情報になっちゃうんですけど、私は
好きな人ができたりする時に友達から好きな人になるっていうことがないんですよ。そうまあ小学校の時はちょっと忘れたけど記憶してる限りもうなんだろうな、出会った時にかっこいいとかなるじゃん。それでそっからもう友達としては見れないんですよ。そうだからなんか友達みたいになっちゃっても心の中ではちょっと気になってるというか、かっこいいなって思う気持ちがある状態だから、本当の友達、男友達と同じではない感じなの。だからめちゃくちゃ友達ってなったことがなくて、で逆に私が思うのは、もし自分だったらね、今まではその状態だったからいいけど、友達みたいになってたらきっとなんか付き合うまでいかなかったりとかだったんだろうなっていう風に思ったから、もうなんか完全に友達みたいになっちゃったらダメだなと思うんですよ。だからもしもう出会って好きだなとかかっこいいなとかちょっと気になるなって思ったらもうすぐに行動する。私もその今の彼氏は私から最初言ったんだけど、いきなり花火大会に誘ったんですよ。意味わかんないようなすぎて、もうノリなんだけど、ノリすぎてあの時の自分すごいなって思うけど、なんか別にめちゃくちゃ友達とかでもないし、めっちゃ喋ったことあるとかそういう状態じゃないのに、もうなんだろう、もう行けって思ったら行っちゃうみたいな。だからなんていうの、なんかね、すぐに行動だなって思います。そして自分だったらだけど友達になっちゃったら終わりだなって思います。はい、次、恋愛タイプ診断。これさ、前やったんだけどちょっと忘れたっていうのもあるし、なんか詳しくなったみたいな聞いたんだけど、本当ですかっていうことでちょっと今やってこようかなと思います。ちょっとやってきます。はい、今やってきたんですけど、まさかなんですけどね、私にとっては溺愛系ツンデレヤンキーでした。マジって感じなの。前なんか来た時中堅8校みたいなのも出たりとかしたんだけど、ちゃんと今やったのでね、これが正解かなって思うんですけど、びっくりです。飲んでるサプリとかっていう質問なんですけど、最近ねサプリ全然飲んでないんですけど、1つ目ビタミン、2つ目青汁系のなんか野菜系のやつ、野菜不足みたいなやつと、あと前までめちゃくちゃ飲んでたんだけど、脂肪とか糖分を吸収してくれるパックンっていうやつわかる？なんかパックンって調べたら出てくると思うんだけど、見てないだろうを飲んでるっていうか飲んでたっていうかって感じなんだけど、ビタミンは一時期めっちゃ肌白くしたくて、それで調べてたらそのビタミン剤がいいみたいな聞いて、ビタミン C 飲んでたのと、青汁のやつは野菜不足になりがちだから、今日ちょっと野菜あんま食べてないなとかいう日に飲んでるのと、そのパックンはやっぱ私撮影とかでいっぱい食べるので、いっぱい食べた時にそれを飲んで、効果あるかわかんないですけど、なのでちょっとおすすめですとは言えないけど、気休めに飲んでるみたいな感じです。はい、普段何食べてますかっていうので、最近私料理作ってるって言ったんですけど、料理最近作ったもので言うと、ロールキャベツとか、あとよだれ鶏とか、あとは普通に鍋もめっちゃやるし、おでんとか、あとポキ丼初めて作った、めっちゃ美味しかったみたいな感じで、ちゃんとお米を食べれるようなもので野菜も取れてヘルシーみたいな感じでやってます。ヘルシーなおかずって調べて出てくるものとかよく作ってて、あと最近せいろを買ったんですけど、全然できてないんですけど買ったので、せいろ蒸しずっと気になってたからやってみたいなって思って、それを使ってまたね、お正月から明けますので、頑張っていきたいですね。はい。足痩せ方法でいいのある？たまるちゃんは有酸素派か筋トレ派か知りたいですっていうことなんですけど、足痩せなんですけども、ごめんなさい、私マジで足痩せしてないんですよ。
今まで足痩せ頑張ろうと思っていろいろやってきたけど、足痩せたなって思ったことが一回もなくてですね、もちろん体重が減れば、全体的に脂肪が減るから、その分足も前よりは細くなるけど、この理想としているところには届いたことが一回もないんですね。なのでちょっとわかんないんですけど、一応骨格ウェーブ用のなんか筋トレとか、なんか足痩せる筋トレとかやったりとか、ウォーキングやったりとかいろいろはしてるんですけど、なんか私運動何派っていうと、その時によるのね。高校の時とかは駅までめちゃくちゃ歩くとかやって有酸素運動めっちゃやってたんだけど、最近はちょっと雪降ってたり、歩く理由もないので筋トレ派になってきたり、その時に合わせてできることやるって感じですね。卒業してからも雪降らない間は走ったりとかしてたり、歩いたりとかしてる時期もあったし、なんか別に決まってないんですね、私ルーティンは。でも最近はひなチャンネルさんの筋トレを見ながらやるっていうのがハマりというかルーティンになりつつあるって感じです。なのでその時にやりたいものをやってます。でもこれはもう次の日1日になっておばあちゃん家に来ておせち食べてるって感じですね。いやー、なんか本当にお正月って感じ。この背景がおばあちゃん家っていうのもね、1年に1回ぐらいしかない感じだと思うから、なんかいいね、この雰囲気もねって思います。ていうか紅白、私花がめっちゃ好きで、もう本当に良かった、マジで最高。なんかもう感動しました。でそっからのちゃんみなさんのさあったじゃないですか、ノーノーガールズのさ歌流れて、マジで最後のさエンディングのやつ流れて、なんか思い出した。その花とちゃんみなが一緒にこう歌ってるみたいなところがさ、オーディションの風景と全く一緒で感激しましたっていうただの感想を述べただけなんですけど、絶対わかる人いるはず、マジで。あとレコ大の新人賞を取った時、みんながなんかもううるうるしながら歌ってるのも見て、なんか本当に感動した。私あんまり音楽めちゃくちゃ好きっていう感じでもなくて、なんか推しがいるとかも今までなかったし、その誰かのなんか歌手とかの歌を聴いて涙出そうとかなんか感じたことがなかったんですよ。でも初めて本当にマジで感動したっていう話でした。すいません、質問じゃなくて。はい、質問に戻ります。今年やってみたいことっていうのなんですけど、今年は今のところ沖縄とかちょこちょこ旅行の予定あるんだけど、もう一回海外に行きたいっていうのがありまして、行けるか分かんないけどね、せっかくパスポートも取ったことだしっていう感じで、台湾は初旅行初海外だったんですけど、結構感動したのね。その今までは日本しかいなくて、日本の中でいろいろ行ったりとかしたけど、それでも違いは感じられたけど、海外ってやっぱ全く違くて、なんか結構ね心に響いたんですよ。もちろんなんですけど、はい、なのでまた違う国行きたいなって思います。やっぱね旅行好きだなって思って、だからめちゃくちゃいろんなところに行きたい。その国内でもいろんなとこに行きたいっていう欲が強いので、今年もいっぱい旅行に行きたいなって思います。あとは運転とかもねだんだん慣れてきたから、自分で長距離運転してどっか遠出してみるとかもやってみたいなって思う。あともう一個あるわ。最近 TikTok でめちゃくちゃパン作りの動画が流れてくるのね。なんか何かを作るとかそういう動画めっちゃ好きで見ちゃうんだけど、パン作りの動画だけ異常にハマってて見るので、もうなんか見すぎて作りたいみたいな欲まで出てきたんですね。でもなんか難しそうだし、発酵とかね、オーブンとかに発酵機能ついてないとかいろいろ考えて、いつかやろうって思ってるんですけど、今年ねパン作りやってみたいなと思う。ひまひまちゃんいるじゃないですか。
が YouTube でパン作りの動画上げてて、めっちゃ上手で、なんかすごいなって思って、できるんだって思って、本当にね、自分で。で、あとなんかパン作り始めたらもう市販のパン買えなくなるみたいなのとか見て、いやめっちゃやってみたいと思うから、今年はパン作りハマってみたいですねって思います。いつか動画でも自分の作ったパン食べたいなーって思ってます。身長155センチ、体重38キロって痩せてますか？で、痩せてますところじゃなくて痩せすぎです。38、やばい、私と同じ身長なんだけど普通に痩せすぎです。はい、10キロ以上違います。痩せすぎです。普通にいっぱい食べてください。でもいっぱい食べてくださいっていうのもね、もうなんかやっぱり痩せたい痩せたいって言ってると、太りたくても太れないっていう人がいるっていう、その違う方向からのご意見いただくこととかもあるから、あまり強くは言えないんですけど、痩せてますかっていう質問だからね、そのなんか痩せたいっていう気持ちが多分あるのかなと思うので、この方にはね、ぜひともとても痩せてますっていう風に心の底からちょっと言わせていただくんですが、人それぞれなので、あまり人のね体型とか体重には口を出さないように心がけますが、せっかく質問してくれたのでちょっと、38キロは痩せてます。はい、すいません。今信号無視をしてしまいました。なんと可愛い報告をありがとうございます。可愛いというかダメなんですけども、でも思うことがありまして、人生を生きる上でやっていいこととやって悪いことのさ、こういう信号無視しちゃうとかそういう関連でねっていうのがあると思ってて、車は例外ね、信号の場合、車は何があってもどんだけ人がいなくても赤信号は止まるっていうのがもう絶対だって、車はやっぱり人をさ、最悪殺してしまう道具になるから、どんだけ人気のないところでも赤信号だったらちゃんと守るべきだと思うけど、人間だった場合ね、めちゃくちゃ速い速度で走ったりとかしてない限り相手に大怪我をさせてしまうっていうことはないと思うので、もう真夜中の本当に車もいないみたいな状態だったら、逆に止まるっていうのはちょっと人生的に効率悪いなって思ってしまう人なので、この人のね状況がどんな場合だったかは知りませんが、本当に車にひかれるっていう危険性がない場合はいいと思います。わかんないけど、ダメっていう人もいるだろうけど、でもそれぐらい適当に生きた方がいいなって思うので、はい、ドンマイぐらいは言っとこうかなと思います。気をつけてね。はい、次、おすすめのアイス何ですか？結構聞かれるんですけど、王道はやっぱり皆さん知っての通りパルムなんですけど、やっぱね、毎日でも食べたいと思うのはパルムだし、ふとした時に食べたいと思うのはパルムなので、本当に大好きでおすすめなんですけど、最近で美味しかったなって思ったのは雪見大福のマンゴー味、もうなくなっちゃってるところもあるかわかんないけど、私はあったんですよ最近ね。で食べたんだけどめっちゃ美味しかった。私結構フルーツ系よりやっぱこってりチョコとかキャラメルとかそういうアイスの方が美味しいって感じるんだけど、マンゴーがねめちゃくちゃ美味しくて、お餅とも合うしバニラとも合うし濃厚だしさっぱりもするし、マンゴーの味もしっかり濃いし、なんかすごい美味しかったなって思います。なのでもしあったら食べてみてください。はい、次がいっぱい食べるようになったのっていつからですかっていうのなんだけど、いやーなんか特に考えたことなくて、いつなんだろうって自分でもなんか思ったから選んだんだけど、このね
この爆食みたいなのを TikTok で始めたのが高校生からなんですよ。でやっぱり動画を意識するようになってからは食べる量増えたし、その撮影する時のために撮影しない時はそんな控えるようにしてるんだけど、だからこの動画ぐらい食べるようになったのは動画始めてからだから高校生からなんだけど、でも割と小さい頃から好き嫌いもなくいっぱい食べる方だったのね、小学校の頃とか。だから小食ではないです。基本ずっと結構食べて、親戚とかとさ集まって食べたりするじゃん。でよく食べるねとか何でも食べれるねみたいなよく言われるタイプだったから、割と小さい頃からよく食べてはいました。でも本当に赤ちゃんの頃とか1歳とかそのぐらいの頃は食べなくて本当に心配だったらしい。手がかかるようなご飯にみたいな感じだったらしい。でなんか前も言ったけど、弟は逆に今本当にあんま食べなくてやばい体重減ったとかなんかすごい言ってるんですけど、でも小さい頃は逆にいっぱい食べて何でも食べてたらしいから、なんか小さい頃に食べなかったら大きくなっていっぱい食べるみたいなことがあるんですかね、よくわかんないんですけど。なので、ずっと食べてたけどこのぐらい食べるようになったのは高校生の動画始めてからみたいな感じです。今一番行きたい県または国は何ですかっていう質問なんですけど、最近ジブリパークにめちゃくちゃ行ってみたくて、だから愛知県に行ってジブリパーク行きたいっていうのが一つですね。結構ね広いみたいで、ジブリパーク最近までどんなものなのか分かんなかったんだけど、なんかテレビかなんかで見たんだよね。それでなんかめっちゃ行ってみたいなと思って調べてみたら、なんか全体をもう十分楽しむには10時間ぐらいいるみたいな。だから1日じゃ全部は楽しめないみたいな書いてて、そんなにちゃんとなんかディズニーみたいなんだみたいな思って、写真とか見ても世界観めっちゃすごいし、マジで行きたいなって思いました。で国だったらね台湾に行ったから、なんか違う国のご飯めっちゃなんかいいなと思ったんですよ、日本とは違って。だからそれで言うと韓国とかめっちゃ行きたいなと思ったの。割と日本でも韓国料理って流行ってるじゃないですか。でもちゃんとねその国に行ってめっちゃ韓国って感じの料理をめっちゃ食べたいなって思ったから、韓国とかあとはオーストラリアとかそういう系のもうなんかチルみたいな、もう天国みたいな海みたいなそういうところに行ってみたい。ヨーロッパ系とかも行ってみたいんだけど、でも今はオーストラリアとかハワイとかはやっぱ憧れだよねって思います。でもそういう国とかってさ、誰と行っても楽しいのはそりゃそうだと思うんだけど、誰と行くのが一番いいんだろう。友達なのかな。でも友達とかだったらもっとワイワイ楽しめる系のところがいいのかなとか思ったりするから、家族とか恋人とかなのかなとか思って、どうなんだろう。行ったことある方ぜひ教えてほしいです。結構今回質問答えたよね。たくさんありがとうございます皆さん。もうとっくのとうにおせち食べ終わってデザートタイムなんだけど、おばあちゃんちってさマジでさ無限に食べ物出てくるよね。どのおばあちゃんも共通だと思うんだけどさ、もう和菓子アイスとかどんどん出てきてついつい食べちゃいますね。こんなにね一気にねもうご飯も甘いものを食べたらマジで眠くなっちゃって、みんなで格付け見てんだけど、私1時間2時間ぐらいこの後おばあちゃん家で爆睡してましたね。びっくり。幸せなお昼寝っていう感じですね。ほぼ夜だったんだけども、
今さアフレコしてるのさ、夜中の3時なんですけど、なんかさ本当に寝れない日ってあるよね。別に特に理由はないんだけど、もうどうしても寝れないっていう日、12時ぐらいから寝る体勢入ってて、横になって目つぶってとかいろいろやってたんだけど、マジで寝れなくて、もう諦めてアフレコしてます今。そういう日もあるよね。ということで、これはもう帰ってきて、さっき寝たって言ったじゃないですか。寝たのでちょっと小腹が空いたんですね。パパもお腹空いたとか言ってたから、セブンの金のシリーズのやつのピザを食べてます。パパと半分こしてますね。食べ過ぎですね。これもうね9時とかなのよ、夜の。まあ年末年始はそんなもんだよねっていうことで、こんなねカロリーの爆弾のようなものをたくさん食べて幸せですね。また頑張っていきたいと思います。なんか眠いんだけどね、別に眠くはあるんだけど寝れはしないんだよね。もう外もなんか気のせいかもしれないけど明るくなってきた気がしてさ、ちょっと待って、雪見大福あんなビリビリになることあるみたいなシーンだったんですけど、はい、ママのなんかいつかの雪見大福の1個を食べてますね。残された1個。いやー寝れるかな。まあ別に明日ね何もないので、というか今日なんだけど、今日はもう何も予定ないから別にまあ寝れなくても別に問題はないんですけど、一回さこういう日があるとマジで狂うじゃん。それがねどうにかしてほしいって感じなんですけど、私は頑張って寝たいと思います。さすがにまずいのでね。ということでありがとうございました。バイバーイ。